こんにちは。僕はコスプレイヤーの逆ヨガと言います。こういった武器とか防具とかを作るのが好きです。今回はソードアートオンラインアリシゼーションに登場する青バラの剣を作ってみました。それでは早速作り方に行ってみましょう。工作用紙から刃のパーツを切り出します。工作用紙1枚では長さが足りないので、複数枚の工作用紙を糊で貼り合わせて長い工作用紙を作ります。貼り合わせたものから刃のパーツを切り出します。工作用紙とは硬い工作用の紙です。ホームセンターや100均で買うことができます。切り抜きが終わりました。材料である COS ボードからパーツを一通り切り出します。COS ボードとはコスプレ造形用の柔らかいボード素材です。アニメイト、東急ハンズ、大型手芸店、ネット通販などで買えます。感触的にはお風呂のマットのようなものです。型紙を使ってその形に切り抜いていきます。型紙は僕のサイトからダウンロードできます。一通り切り抜きが終わりました。ボード材料はダイソーの EVA スポンジシートなどでも代用することができます。まずは刃を組み立てます。刃の中心をボールペンでなぞって折り目をつけます。ボールペンで折り目をつけたところを山折りにします。このように少し曲げます。先端に角度をつけるため、ほんの少しだけこのようにうっすらと切れ目を入れます。切れ目を接着します。裏返してこのようにグルーガンで接着します。さらにたくさん盛り付けて補強も行っておきます。園芸用の棒を芯として使います。畑などで使われている棒です。ホームセンターや100均で買えます。ペンチで切断します。ちなみに中身は鉄の棒が入っていてとても丈夫な素材です。切った園芸用の棒をグルーガンで接着していきます。グルーガンとは樹脂のスティックを熱で溶かして打ち出す道具です。ホームセンターや100均で買うことができます。刃先をボンド G17 という接着剤で貼り合わせます。ボンド G17 はホームセンターでも買えますが100均でも売ってますので手軽に入手することができます。両面に塗って手で貼り合わせます。刃の端にあるパーツを COS ボードで作ります。パーツの端に角度をつけるためにこのように斜め切りします。それを瞬間接着剤で刃の端に接着します。刃が完成したので次は残りの部位の組み立てとなります。まずはつばを組み立てます。COS ボードから切り出したパーツをカッターナイフで削り出して形を整えます。後に刃のパーツに組み合わせる必要があるので、そのための溝を掘っています。2枚のパーツを接着して1つにし、そして刃の端に瞬間接着剤で接着します。いばらを作ります。COS ボードをこのように細切りして、それをライターで炙って表面をなだらかにします。そしてそれをこのように接着します。COS ボードを切るのが面倒だという方はグルーガンを筋状に盛り付けていくといった方法でも良いかなと思います。いばらのトゲを再現します。まずはトゲトゲの形にパーツを何個か切り出して、それを接着していきます。細かいパーツなのでピンセットでつまんでちまちまと接着していくところですね。何個かランダムに貼り付けていきます。バラの装飾を作ります。薄い COS ボードを切り出して花びらを作り、その花びらをこのように一枚一枚貼り付けて、実際のバラのようなものを組み立てているところですね。ちなみにこのパーツは塗装後に本体に接着します。水道のパイプを程よい長さに切ります。動画ではパイプカッターという専用の道具を使ってますが、ノコギリなどでも切れます。パイプもカッターもホームセンターで買えます。切り出した水道パイプに COS ボードのパーツを順次接着していきます。
このパーツも塗装後の接着となりますので、組み上がったらひとまず置いておきます。ハンダゴテで模様を彫ります。ハンダゴテは先端が熱くなる道具でして、その熱で彫っています。ホームセンターやダイソーなどで買うことができる道具です。柄の端にあるパーツを作ります。このパーツも塗装後の接着となります。というわけで、これで一通り組み立てが完了しました。次の作業は塗装となります。造形ベースを塗ります。造形ベースとはコスプレ造形用の塗装下地です。これを塗ると塗料ののりが非常に良くなります。COS ボードとセットでよく販売されております。ジェッソや水で少し薄めた木工用ボンドでも代用できますので、手に入らないという方はそういうものを代わりに塗ってみてください。造形ベースが乾いたら、まずはベースカラーとして灰色を塗装します。灰色が乾いたら、その後白を塗ります。なぜ直接白を塗らないかというと、白は色が弱くて直接塗ろうとするとかなり手間がかかるので、一度灰色を塗ってワンクッションを置いてから白を塗るようにしております。ここからはエアブラシで塗装します。僕は混ぜた色を使いたいのでエアブラシを使ってるんですが、ラッカースプレーなどでも全然構いません。というわけで、ちょっとうっすらとですけど、色が塗れました。続けて他のパーツもエアブラシで塗っていきます。色を細かく塗り分けたいので、マスキングテープを貼り付けているところですね。マスキングテープはホームセンターとかおもちゃ屋さんの模型売り場で売っている商品となります。そして再び塗装します。色がちょっとほんのりとのせていく感じになっているので、動画だとちょっと分かりづらいかなと思うんですけど、実際はきちっと塗れてます。バラバラだったパーツをグルーガンや瞬間接着剤を使って一通り接着していきます。というわけで一通り接着したらこれにて完成となります。全長は105センチ、重量は 180g となります。非常に軽くて取り回しも良いので、一日中コスプレなどで使っても手が疲れるようなことはないかなと思います。ここからは鞘を組み立てます。端と端を接着していきます。接着は瞬間接着剤とアルテコスプレー。こちらは瞬間接着剤の硬化スプレーですね。それらを併用して使います。硬化スプレーがあると接着が非常に早くなりおすすめです。ホームセンターの接着剤売り場に売っております。ボンド G17 でも接着できます。ボンド G17 でしたら100均とかでも手軽に買えます。お好みの方法を使って接着していってください。引き続き鞘の口のあたりにある装飾パーツを接着していきます。さらにバラの形をした装飾を3つ接着します。ハンダゴテを使って筋を彫っているところですね。というわけで組み立てが完了したので、次は塗装となります。剣と同じ流れで塗装します。造形ベース塗ってベースカラーを塗ってエアブラシで塗装します。もちろんラッカースプレーなどでも OK です。このカラーですけど、芯によって結構色合いが違うんで、もうある程度僕の感性でこんな感じかなっていう風に塗ってますのでね、皆さんもお好みの色合いで塗ってもらえばなと思います。というわけで完成です。鞘の全長は80センチ、重量は 100g。すべて作るのにかかった制作時間は15時間、材料費は2000円となります。サイトに型紙データやより詳しい作り方なども載せてますので、ぜひそちらも参考にしてください。URL は動画の説明欄にあります。その他何か質問があればコメント欄でお気軽に書き込んでいただければなと思います。今回は青バラの剣を作りましたが、他にもいろいろと SAO の武器作っていきたいと思いますので、今後にもぜひご期待ください。当チャンネルではこのような武器とか防具とかの作り方動画をたくさんアップしております。他にもいろんな動画があるので、ぜひそちらもご覧ください。よろしければチャンネル登録お願いいたします。Twitter もやっております。それでは皆さんご視聴ありがとうございました。またねー。